皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今日はフランス人の彼から教わる野菜ガレット作りと、また庭でバーベキューしたある休日の様子をシェアします。休みの日もバナナタイムは欠かせません。この日はバーベキュー用にバゲットをたくさん買っていたので、朝もバゲットを食べることにしました。普段は手軽にスーパーでバゲットを買ってしまうんですが、この日はちゃんとパン屋さんで買ってきたものです。年季の入ったトースターで軽く焼きます。こだわりの強いフランス人は近所のパン屋さんでパンを買ったりするのかもしれませんが、私たちはスーパーに買い物に行くついでにパンを買うことが多いです。もちろんパン屋さんで買った方が美味しいのは分かっていますが、ついつい面倒な気持ちが勝ってしまいます。日本でレトルトのお米を買ってしまう感覚に近いかもしれません。バゲットより違いが明らかなのはクロワッサンです。スーパーで手に入るクロワッサンはパン屋さんで買うものとは全く別物です。でもそれはそれで私は別物として好きです。さて、飲み物はいつものオレンジジュースです。ピーナッツバターとバナナの組み合わせは最高です。これだけでは物足りず、ブリオッシュ追加。ブリオッシュも軽くトーストします。ブリオッシュは卵とバターがたっぷり入ったリッチな味わいのふわふわのパンです。何もつけなくてもそれ自体が味わい深くて美味しい。締めはやっぱりカフェラテ。至福のひととき。さて、彼指導のもと平日のお弁当用に大量に野菜のガレットを作ります。まずはじゃがいもの皮を剥いて適当に切り、塩茹でしていきます。私たちは1袋2キロのじゃがいも全部使いました。今回はブロッコリー、人参、カリフラワーの3種類のガレットを作りました。野菜をそれぞれ適当な大きさに切って塩茹でしていきます。野菜を茹でるときに入れている白い小さな粒状のものはラジオです。フランスでは野菜やパスタを茹でたり、スープの味付けをしたり、液体に味をつけるときによく使われます。じゃがいもが茹で上がったらお湯を切ってボウル3つに分けておきます。他の野菜も茹で上がったらお湯を切ってそれぞれじゃがいもが入ったボウルに加えます。色とりどりですでに美味しそう。バターを2かけ、全卵を3つそれぞれのボウルに加えて野菜を潰しながら全体を混ぜていきます。ブロッコリー、人参、カリフラワーはこの時潰しやすいように結構しっかりめに茹でました。
野菜たっぷりで手づかみでも食べやすそうで、なんだか子供にも良さそうな料理です。ちなみにフランスのスーパーではじゃがいもはピュレ用、フライ用、蒸し料理用など種類によって適した料理方法がパッケージに表示されて売られています。ガレットの種3種類準備完了。あとは塩コショウで味付けします。食べるときにソースをつけたりしない場合は、ここで結構しっかりめに味をつけた方がいいかと思います。具材を潰しすぎないようにさっくり混ぜます。あとは軽く油を敷いたフライパンでこんがり焼いていきます。フランスバージョンのお好み焼きみたいなものでしょうか。焼いている時はお好み焼きと同じ香りがしました。お好みでチーズを入れても美味しいと思います。ちなみにお好み焼きはフランス人の受けがとってもいいです。何回か友人や同僚に作ったことがありますが、またあれ作ってって言われるほど受けました。多分ソースの甘辛な味が好きなんでしょうか。パリにはお好み焼きのレストランが何軒かあります。ヘルシーで食べ応えのあるお好み焼きはとっても人気です。十分すぎるほど大量に出来上がりました。この日の夕飯はまた庭でバーベキューでした。今回はお肉屋さんで串とソーセージなど買ってきました。私が一人で買いに行って2人で食べるのにちょうどいい量を買ったのですが、その量を見た彼は大爆笑。フランスではバーベキューをするときは翌日まで余るほど大量に焼くのが普通らしく、2串とかソーセージ2本とか注文するのは私くらいだと笑われました。お肉屋さんもびっくりだっただろうね。どんな顔してたか見たかったわと彼が言っていました。そしてまたもや不器用さ炸裂の私。やっぱりお肉屋さんで買った串はしっかりお肉がマリネされていてとっても美味しかったです。これは七面鳥のお肉がレモンとタイムでマリネされたもの。お肉が柔らかくてさっぱりしていて最高。こうやってバゲットに焼いた肉やソーセージを挟んで食べるのがフランス流バーベキューの醍醐味だそう。日本でいう焼肉にご飯みたいなものでしょうか。メルゲーズと呼ばれるフランスで王道のソーセージとトマト風味のソーセージを買ってきました。炭火で焼いたお肉の風味は格別。またバーベキューする時も無駄に手間をかけずお肉屋さんで買ってこようと心に決めました。
日本にいた時はお肉苦手だったのに、年をとって苦手な食べ物が減ったせいか、フランスのお肉は脂身が少ないせいか、すっかりお肉も普通に食べられるようになりました。バゲットと炭火焼肉の相性抜群。アフレコをしているこの瞬間もバーベキューの味を思い出してよだれが出てきます。私が住んでいる地域は今年はまだ夏日らしい日は数日程度で、雨が降ったり肌寒い日が続いています。早くまたバーベキューしたいな。バゲットを買いにパン屋さんに行ったついでにデザートもちゃっかり買ってきました。サントノーレとレモンのムース。私はレモンのムースを選びましたが、彼のサントノーレもちょっと味見。正直そんなに期待していませんでしたが、甘すぎずとっても美味しかったです。バーベキューをたらふく食べた後にデザートも完食。ちょっとお見苦しいですが、断面はこんな感じ。最愛の犬とトマトの鉢のツーショット。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。